本日はお忙しい中、ご参集くださいまして誠にありがとうございます。お集まりのメディアの皆様、そしてインターネット配信をご覧の皆様、お待たせいたしました。本日の司会を担当します村田春夫でございます。どうぞよろしくお願いいたします。10月14日、両国国技館大会にて棚橋弘至選手より2026年1月4日での現役引退の表明がございました。そちらを受けまして、本日はこのような場を設けさせていただき、引退発表会見を行う運びとなりました。プレスの皆様はぜひ幅広くお取り扱いいただけますようよろしくお願いいたします。なお、本日は質疑応答の場をご用意しております。個別の囲み取材はございませんので、あらかじめご了承ください。それでは、棚橋弘至選手に登壇いただきます。それでは、棚橋弘至選手よりコメントをいただきます。はい、新日本プロレス、ちょっと待って、前から。はい、新日本プロレス、100年に一人の逸材、そして代表取締役社長、棚橋弘至です。本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。また、配信をご覧いただき、ありがとうございます。10月14日、両国のリングで、2026年1月4日を棚橋のゴールに決めたと発表いたしました。さまざまな反響がありましたが、リング上とバックステージコメントでは十分な説明ができませんでしたので、本日改めて会見を開かせていただきました。まずゴールを決意するに至った経緯についてご説明します。ここ数年、膝の状態だったり、腹筋がなかなか、割れないというか、良いコンディションに戻せませんでした。なんとかもう一度トップへという思いはありましたが、社長就任のタイミングで自分自身に期限を決めて最後の力を振り絞ってみようと思いました。引退を発表してから、毎日がさらに早く過ぎていくように感じます。自分自身が納得して、そしてね、誇れる姿で、終わりたいので、現在集中力が増している感覚はあります。デビューから25年、引退を発表して、振り返りますと、一番に思い出すのは、チャンピオンとして防衛してエアギターをして愛してますを言って、ね、コーナーに上がって、見渡す、ね、ファンの皆様の、表情というかお顔というか、はい、本当に一人一人の喜んでくださってる顔が見えて、本当にプロレスラー冥利に尽きる、光景でした。その光景が、何度も僕を蘇らせてくれたんだと思います。このレスラー生活は、
本当に毎日何かしら感情が振り切れます。いいことも悪いことも嬉しいことも悲しいことも悔しいことも情けないことも、本当に全感情がフル稼働していました。なかなか、できない経験だったと思います。今後の試合についてですが、これから1年2ヶ月の間、日本中できるだけ、多くの場所でたくさんの皆さんの前で試合をしたいと考えています。まだ僕の中のアイデアなんですけども、今年のシリーズについてはジュニアタッグのシリーズ以外は出ますね。はい、そして、1月の東京ドームにも参戦します。その後ですね、その後についてはこれから相談して、決めていきますが、所属選手全員とシングルマッチできたらな。もう本当にデビューしたてのヤングライオンからね、先輩レスラーまで、何か残せるものがあるんじゃないかなと、考えてます。はい。来年ですね、2025年の試合の参戦スケジュールについては、これから相談して、決めていきますが、最後まで全力で戦っていきますので、皆さん見届けてください。よろしくお願いします。以上です。棚橋選手、ありがとうございました。続きまして質疑応答に移らせていただきます。ご質問は本会見に関することのみとさせていただきます。ご質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前をよろしくお願いいたします。それでは、ご質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、新日本プロレス公式マシモです。ちょっと今も所属選手全員という言葉もありましたが、少し気が早いかもしれませんが、もし最後の引退試合で、戦いたい相手、もしくはそれまでに、戦いたい具体的な相手がもしいれば教えてください。そうですね、もちろん自分が戦いたい相手もいますし、ファンの皆様が、最後にこの選手と戦ってほしいっていうね、対戦ができたらと思ってます。でもね、今どうしてもね、まず倒さないといけない相手がいて、イービル、今年も特に前半なんかはやはり乱入、介入、反則決着とかでなかなか、ファンの方に喜んでいただける試合ができなかったので、まずね、まずイービルを、どっか大きい会場で、2025年の東京ドームでもいいかもしれないですけども、まずイービルを倒します。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。ございますでしょうか。はい、じゃあお願いいたします。すみません、週刊プロレスの成と申します。今、ネバーの6人タッグのベルトを持っていると思うんですけれども、これのベルトの今後というものに関してはどう考えているでしょうか。そうですね、矢野とボルチもとも話し合いますけども、ずっと勝ち続ければ、引退までチャンピオンということで、はい、同時進行でやっていきます。はい。
ありがとうございます。続いてご質問のある方、どうぞ挙手をお願いいたします。はい、お願いします。デイリースポーツの藤沢です。この今所属選手全員とシングルマッチという話がありましたけど、こう団体外の方、例えば藤波さんであるとか、そういった人たちとでやってみたいという希望はありますか？はい、多くの選手が、SNS で、ね、最後に1回どうだみたいなね、対戦要求も来てますし、今年は年末に、ドラゴンゲートさんで、市川選手と戦いますんで、本当に、プロレス界のお役に立てるなら、ファンの方が喜ぶなら、どんどんやってみたいと思います。はい。はい。続いてお願いします。特に個人的にもですけど、多分ファンの方も中村慎介選手、柴田勝頼選手っていうのは期待するところだと思うんですけど、いかがでしょうか？そうですね。同じ時代をね、本当に生きてきたライバルなんで、はい。まあいろんな問題をクリアできればということですかね。はい。ありがとうございます。続いてご質問のある方、挙手の方お願いいたします。どうぞ。すみません、引退後、社長に専念するご自身とかっていうのは現時点でこう想像がついたりしますでしょうか？はい、この社長兼レスラーという期間は、本当に大学卒業して、社会人を経験しないままプロレスラーになってっていうこの準備期間だと思って、今本当に日々勉強することばっかりで、はい、そうですね、引退する頃には1万円の社長になっていると思います。あと、今現在の新日本プロレスを見て、はい、その田中社長ご自身がこう現役を引退されてもこの団体は大丈夫だというようなこう確信みたいなのはありますでしょうか？あります。はい。十分すぎるぐらいの人材が揃ってますので、はい、社長として、過去最高の新日本プロレスを目指せると思います。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて質問のある方、挙手をお願いします。はい、お願いします。はい、新日本公式です。今回の、発表を受けて、ご家族とかご両親とか、そういったことのリアクションみたいなものがもしあったでしょうか？そうですね。両親からは、はい、岐阜弁で、あんた小さい体でよう頑張ったねと言われました。はい。やっぱりね、僕よりそのゴールデンタイムをねこう見てた、生の方っていうのはやっぱりこう大型の外国人選手とか猪木さんとかね、やっぱりこう190とかそういう選手がいる世界で180ぐらいのね、僕は心配だったんじゃないですかね。うん、でも心配だったんですけども、最後の方はね、ご近所さんとかいろんな仲間にひろし君よう頑張っとるねと言われて喜んでいただいたみたいで、うん、プロレスラーになってねちょっと親孝行できたかなと思いますね。もう一つ昨年は武藤選手の引退もありました。今まで先輩たちの引退というのをたくさんご覧になってきたと思いますが、ご自身がその境地というかに入った感想というか
お気持ちはいかがでしょうか。はい、新日本入門して以来、多くの選手の引退試合っていうのを見てきましたし、引退の10カウントゴングも、リングサイドに整列して、来ましたが、その度にやっぱりこうその選手との戦いとか道場とかの思い出が蘇って僕は毎回泣いてたんですけども、自分のことに関しては本当にそんなに締めっぽくならないですね。はい、最後笑顔で入れたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、お願いいたします。東京スポーツの岡本と申します。先ほど、武藤さんの名前も出ましたし、猪木さんも、ライガーさんもみんな東京ドームで現役を引退されてきて、棚橋選手にとっても東京ドームって特別な会場だと思いますし、東京ドームを超満員にするんだという思いでですね、現役生活ずっと頑張ってこられたと思うんですけれども、やはりそのご自身の引退する2026年の1月4日の東京ドームというのをどういう光景を想定されてますでしょうか。そうですね、一人でも多くの方に、最後の、戦う姿を見ていただきたいなと思いますね。はい、僕自身もね、猪木さんの引退試合を学生時代に東京ドームまで見に行って、花道沿いのリングサイドで花道沿いの席でね、見てましたので、はい、はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。続いて質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、お願いします。プロ格デラックス和田と申します。よろしくお願いします。先ほど所属全選手とシングルでっていう言葉ありましたけども、その中に当然シングルのチャンピオンも含まれるわけで、引退までにシングルのベルトを狙いたいっていう思いはありますか。はい、僕はですね、どうしたら、引退するっていう気持ちになるのかなと思ったんですね。はい、やっぱりレスラーとしては一番を目指さなくなった時が引退を決意するタイミングかなと思ってまして、なのでIWGP の世界ヘビーは僕まだ1回挑戦してまだ負けてしまって巻いてないので、その引退試合までに IWGP の世界ヘビーにたどり着く、はい、引退試合が IWGP の世界ヘビーで勝ってしまったらどうしようっていう思いはあるんですけど、はい、そしたら現役続行っていうかもしれないし、はい、なのではい、なんかそういうのが勝手に思い描いている理想の引退ですかね。はい、ありがとうございます。続いてご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。これはちょっと改めて多分なってしまうと思うんですけど、藤波さんであったり藤原義明さんであったり、その衰えを受け入れながらもその時その時のコンディションでやっていくっていう選択肢をしているレスラーの方も多いと思うんです。でもそういうふうなことっていうのは考える選択肢には入っていなかったんでしょうか。はい、プロレスラーっていうのはやっぱ20代30代を境に体力が落ちていくんですけども、その分技術力が上がってくるんですね。なので、体力の衰えをその技術テクニック、インサイドワークとかでカバーできるっていうのはもちろんあるんですけども、先ほども言いましたけども、僕は一番を目指さなくなった時が
引退のタイミングだっていうのはずっと思ってましたので、はい、そこに迷いはないです。はい、ありがとうございます。続いてご質問のある方、挙手をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。皆様ありがとうございます。これにて質疑応答を締めさせていただきます。それではここからですね、写真撮影の方に移らせていただきます。では、棚橋選手はテーブルの前の方に。マイクよこせ、マイク。マイクよこせ、これ。おお、棚橋こら。何てめえ、勝手に偉そうな口聞いてんだよ、この野郎。あてめえみてえなよ、クソ弱え、引退に追い込まれたレスラーがこんな会見開いて、何偉そうなこと抜かしてんだっつってんだよ、この野郎。あいいかおい、両国でも言ってやっただろう。おい、てめえの死に場所はよ、俺の手のひらの中なんだよ。おめえに意見なんてねえんだよ。なんでかわかるか、おい。この会社はよ、俺の会社なんだよ、この野郎。いいかおい、てめえの死に場所はよ、2025年1月4日東京ドーム。そこで全ては終わりだ。あお前のよ、思い描いた思い出作りなんてよ、全てぶち壊してやるからな。分かったか、よく覚えとけ。田中選手、今イービル選手から、はい、いかのような言葉がありましたが、はい、今改めてイービル選手の、アピールを受けての、はい、何かコメントなどあればお願いします。うん、1月4日でイービルをぶっ倒して2025年最高のスタートを切りますね。それで引退ロードに勢いをつけてね、コンディションも上がっていってね、はい、まあ見ててくださいよ。はい、僕の調子のバロメーターは腹筋が割れてるかどうかなんでね、はい、まずは、バキバキの腹筋で、イービルを威嚇したいと思います。はい、はい、残り2ヶ月ぐらいですか、大丈夫でしょうか。2ヶ月3ヶ月ぐらい。大丈夫です。今ずっと力入れてますんで、もう始まっているということですね。もう始まってます。はい、わかりました。アイソレーションが始まってますんで、期待しております。はい、では、田中選手の来年の2025年の 1.4 東京ドームへ向けての決意表明が出たということで、改めて、ここで、写真撮影の方に移らせていただきます。では田中選手、テーブルの前に移動していただけますでしょうか。
はい、それではよろしいでしょうか。以上をもちまして棚橋弘引退発表会見を終了させていただきます。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願い申し上げます。インターネット配信はこちらで終了させていただきます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。本日はお忙しい中ありがとうございました。